力は十分に確認できました。暴走を止めましょう。これ以上は彼女を失うことになりかねません。ああ、分かってる。まこっちゃんとユキは下がってろ。ミホノは私がぶった切る。わかりました。ミホノさんを助けてあげてください。お願いします、アキラちゃん。アキラさん、迷惑かけちゃってごめんなさい。黙ってろ。すぐ終わらせてやる。はい。おらお騒がせしちゃってごめんなさい。落ち着きましたか？はい、なんとか。無理をさせてしまいごめんなさい。どうしてもあなたの力をこの目で見ておきたかったんです。私はこんな風に清光を暴走させたくないんです。教えてください。なんで歌手清光が暴走するようになったのか、どうすればこの力を制御できるのか。そもそもなぜ私がそれについて語れるのか。それは北上と朝倉に血縁関係があるからです。血縁って親戚なんですか？朝倉家の源流は愛宕家、北上家の分家であり補佐をしていた家系でした。つまりおばあちゃんがその愛宕家の人で朝倉家に嫁いできたってことですか？いえ、あなたのおばあ様は朝倉家の方ですよ。愛宕が北上と共に会ったのは500年前の話です。500年？でも折神家が国から都知のことを任されて400年くらいって補習で教わった気が。都知という名称が付けられたのは400年前です。しかしそれ以前からお刀の巫女は存在していました。あくまで管理を任されたのが400年前。つまり管理されていないお刀の巫女はそれ以前からいたってことだ。そうだったんだ。だからこれは500年前の話です。ある大荒玉が北上が管理する土地に現れました。その大荒玉討伐に向かったのが北上とその分家たちです。愛宕もその中にいたんですか？愛宕家当主は大荒玉討伐の先頭で歌手清光を振るい、他の巫女を勇気づけたそうです。その大荒玉は討伐できたのですか？ええ、大荒玉は愛宕家の巫女が沈めました。しかしそのせいで愛宕家は当時の為政者たちから危険視されるようになります。大荒玉を倒したんですよね。なのになんで危険視されたんですか？強すぎる力と高すぎる名声を持つ英雄は為政者たちにとっては厄介なこともあるのですよ。その気になればいつでも自分たちを倒せる。そんな奴は上の人間にとっちゃ恐怖でしかねえ。愛宕の人間に反乱を起こす気がなくてもな。そういうことです。彼らは北上の当主を人質に取り、愛宕家が抵抗できないようにした上でその決闘を断絶させました。断絶？でも私はここにいます。秘密裏に娘の一人を逃がしていたのです。歌手清光を与えて逃れた娘は自らの素性を隠すため愛宕の名を捨てて朝倉と名乗るようになりました。その子孫が私？はい。北上が朝倉と関わってこなかったのも安全を考えてのことです。
くりしました。まさか私のご先祖様がそんな大冒険をしてたなんて。あれ？でも今までの話に賀集清光の力って出てきませんでしたよね。ご先祖様は大荒玉を討伐しただけで特別な力は。あれ？なんかこれって。朝倉さん、あなたに起きている現象は賀集清光の暴走ではありません。500年前に愛宕家が撃った大荒玉、金山姫の力の表れです。愛宕家の巫女は金山姫を鎮めるために自らの体に封じるという方法を取りました。金山姫は500年経った今でも愛宕、朝倉家の長女の体に代々封印されたまま受け継がれているのです。私の中に大荒玉が。いずれあなたはかつての折紙ゆかりと同じ道をたどることになるかもしれません。でも私は大荒玉なんかに乗っ取られていません。いずれそうなります。折紙ゆかりにも十条日和にも大荒玉を制御することはできませんでした。けど朝倉はずっと金山姫を受け継いできたんですよね。それは金山姫が活動を停止していたからです。理由は分かりませんが、あなたの代となり金山姫は目覚めてしまった。じゃあ私は。大丈夫です、美穂さん。私があなたを助けます。北上のすべての力を使い、金山姫の制御法を見つけ出します。だから朝倉さんは私を助けてください。荒玉とトジとの融合実験に協力してくださいませんか？だから朝倉さんは私を助けてください。荒玉とトジとの融合実験に協力してくださいませんか？実験？まさか金山姫を手に入れたいってことですか？いいえ、目下のところ我々は金山姫自体には興味を持っていません。私たちにとって必要なのは朝倉美穂さん、あなた自身です。あなたは我々日高見派が先代から研究してきた玉よりという技術を使うのに最も適しているのです。玉より？荒玉を身にまとうことによりトジの能力を飛躍的に高める技術です。荒玉を身にまとうってそんなことできるんですか？可能です。ですが現在の我々の技術力では全てのトジに玉よりを適用することはできません。まだ玉よりを行えるのはほんの限られたトジのみ。荒玉を体に宿し得る特殊な力を持った血筋のトジは玉よりに対して非常に適性が高いことが分かっています。折紙、ヒイラギ、そして愛宕もその一つです。ですから先ほどはあなたが愛宕の末裔であることを確認するために金山姫の力を引き出させてもらいました。美穂さん、愛宕の末裔であるあなたならおそらく玉よりを成功させることができます。あなたが玉よりの運用実験に協力してくだされば、その実験データをもとにさらに我々は技術を高め、いずれ全てのトジが玉よりを使えるようになる。そうなればきっと戦いの中で傷つくトジは今よりも減るでしょう。トジの被害を減らす、それが日高見派の悲願です。お願いします、美穂さん。あなたのことは今後何があろうと私たち日高見派が守ります。
傷つく都市が減るのはいいことだと思うし、協力したら金山姫の問題も手助けするって誠さんは言ってくれてる。悪いことなんてない。迷うことないはずなのに、何かが引っかかってる。なんでだろう。はい。その時間を使って稲子明、北上誠と、あともう一人、勇気、鳥羽勇気です。鳥羽勇気ですね。この3人についての情報を集めます。そうだ。ミルヤさんはあの時北上の人たちを警戒してるみたいだった。だから私、この人たちを信じきることができないのかも。言っていることは全部いいことだけど、本当にいいことばっかりなのかな。美穂の、私からも頼む。まこっちゃんに協力してくれ。お願いします、美穂さん。協力したいけど、何か隠していることがありますよね。きっと都合の悪いことを。そうですね。全てを話さないのはフェアではありません。玉よりは荒玉と都市の肉体を一時的に融合させます。そして美穂さんがいかに玉よりに適性が高いとはいえ、失敗する可能性はゼロではありません。失敗するとどうなるんですか？肉体と荒玉の融合を解除できなくなります。まさかあれってその実験の？美穂さんは見てしまったそうですね。ひどいよ、北上さん。ひどすぎる。勘違いすんな。あれはまこっちゃんがやったことじゃねえ。まこっちゃんが当主になる前から北上派の中で権力を持ってる大人たちが何人もいるんだよ。そいつらはまこっちゃんが若いからって侮って勝手に動物実験。いや、これはごまかしたな。北上の都市を使って玉寄りの実験をしてんだ。お前が見たのはまだマシな方だ。都市でもあんな危険なことをしてるんですか？私にも罪はあります。私があの折紙ゆかり様のように強く、知性がありカリスマがあって派閥を完全に統率できれば、このような犠牲者は出なかったでしょう。北上派を率いる者として未熟な私の責任です。誠姉様ですが、美穂さんが協力してくれれば玉寄りの技術を完成させ、犠牲者を出さないようにできるはずです。でもやっぱりダメだよ。協力できない。美穂の、だって荒玉との融合なんて、やっぱり明賀都市のこと思い出しちゃうよ。私の友達が明賀都市にさせられてひどい目にあったんだよ。それにその玉寄りが広まって、もし失敗する人が出てきたら。技術を高めることで成功率を上げます。でも失敗する確率はゼロじゃないですよね。ゼロを目指します。それに金山姫の問題に関して私たちの協力は必要ではありませんか？それでもやっぱり協力できません。金山姫の問題は調査隊のみんなと一緒に何とか解決する方法を探します。残念です。あなたが自分の意志で協力してくれたらそれが一番でした。です。
ですが、私たちももう引き返すことはできない状況に来ているのです。力ずくでもあなたに協力してもらいます。逃がしてはなりません。イナゴ、鳥羽、朝倉美穂を確保しなさい。そうなっちまうよな。悪いな、美穂の。ごめんなさい、美穂さん。でも誠姉様は絶対です。最初からこうするつもりだったんですか？私が断ったら無理やり。あまりひどいことはしたくありません。おとなしく捕まってくださいね。嫌です。北上さんたちの実験には絶対に協力できません。見て、小吹さん、ゆいちゃん、この服かわいい。まあいいんじゃね。私の好みじゃねえけど、清香には似合うと思うぜ。そうそう、清香ちゃんはどんな服着てもかわいいよ。買っちゃおうかな。でも今月は欲しい本も出るし。あ、この服ほのちゃんに似合いそう。そうか？にほっちならこっちだろ。それだと攻めすぎだと思います。ほのちゃんはこっち。いいや、こっちだ。ゆいちゃんはどっちが似合うと思う？もちろん私の方だよな。小吹さんのセンスは確かにすごいですけど、これは譲れません。清香ちゃんの方がキュートで可愛いし、小吹さんの方はスパイシーでかっこいい。ポーズつけられません。ダメだ、どっちか選べ。だったら今度また来て美穂ちゃんに着てもらうのはどうです？確かにみほっちに着せるのが一番だな。そうそう、最近美穂ちゃん元気ないし、帰ってきたらパジャマパーティーとかパーッと騒ぎましょう。じゃあ歌詞はみほっちが選ばなかった服を選んだやつのおごりな。お前も選んどけよ。ラジャー、妄想がはかどる。ほのちゃん、任務っていつまででしたっけ？ちょっと連絡してみますね。こんな場所に呼び出してどうしたの？ミリア。北上誠の調査結果が出ました。それで朝倉美穂に伝える前にあなたに話した方がいいと判断しました。誠に何かあった？北上誠は現在北上家の当主として木佐北上派のトップについています。当主に？はい。そして北上派は木佐の中でも特に過激な派閥です。誠が過激派？そんなことって冗談でしょ？冗談ならどれだけ良かったでしょう。北上派には現在茜様の命令で調査の手が伸びています。そんな。ごめんなさいミリア、スマホが。いえ、大丈夫です。任務の可能性もありますし確認してください。ありがとう。どうしました？清香ちゃんからだったんだけど、美穂ちゃんと連絡がつかないって。朝倉さんと連絡がつかないとのことでしたが。清香ちゃん、説明をお願いしていい？はい、気づいたのは数時間前です。 SNS は既読にならないし、電話もつながりません。私も試してみたけどダメだったわ。私も試してみます。
確かに出ませんね。美穂ちゃん、今日の早朝から任務のはずよね。誰かその間に連絡取った人はいる？どうやらいないようですね。通常時なら数時間連絡がつかなくても慌てるような状況ではありませんが、今の朝倉美穂は不安定な状態にあります。この瞬間にも暴走をしているかもしれません。最後に朝倉美穂と連絡を取ったのは誰ですか？それなら多分私とこいつだ。昨日の夜荒玉の処分を手伝いたいってこいつんとこに来てたからな。なあ。はい、そこで新しい任務の連絡を受けていました。場所は東北、知り合いの都市が一緒だと言っていましたよ。東北の任務に知り合いの都市ですか。その都市の名前は言っていましたか？いや、聞いた記憶はねえな。お前は？私もありませんね。どうしたのミリア？北上派の本拠地は東北にあります。任務について問い合わせてみるわ。東北での荒玉討伐依頼、同行者は稲子明と鳥羽勇気。しかも依頼は完了済みですか。これは朝倉美穂が北上誠と接触を持ったと考えた方が良さそうですね。そうなるとスマホに出られない理由は？ちょっと待てって、勝手に話進めんな。そもそもその北上誠って誰だよ。説明がまだでしたね。木佐の中でも過激な思想を掲げている派閥の一つ、北上派の統率者の名前です。過激って言われてもあんまりピンとこないんですけど、具体的には何をやってる人たちなんですか？掲げる思想自体は都市の被害の減少というものですが、そのためには荒玉の利用すら辞さないと宣言しています。それってミョウガみたいのですか？その可能性も捨てきれないでしょう。誠が、モクサがそんなことを。そんな危ない人がなんでほのちゃんと会ってるんですか？理由は賀集清光の暴走絡みでしょう。以前から北上派は朝倉美穂に興味を示していました。私のミスです。朝倉美穂から相談を受けていたのに、もっと強く注意しておくべきでした。ミリアだけのせいじゃないわ。私が誠と知り合いだなんて言わなければ。それにもっと美穂ちゃんに寄り添ってあげるべきだった。美穂ちゃんが不安だって分かってたのに。お姉さん失格ね。そういう話は後にしてください。清香ちゃん、ほのちゃんが危ない人たちと一緒で連絡が取れないんですよ。だったらやることは一つのはずです。東北に行きましょう。ほのちゃんを迎えに。だな。ここでうだうだやってるよりそっちの方が100倍いいだろ。相談してもらえなかったのはちょっと悔しいけどね。そこは後でいっぱい文句言おうよ。パジャマパーティーの歌詞をミホッチのおごりにすればいいだろ。それいいですね。それで不安とか全部吐き出させちゃいましょう。そもそもお前ら難しく考えすぎなんだよ。ミホッチだぞ。楽観的なくらいでちょうどいいんだよ。それを揃いも揃って暗くなりやがってんじゃねえよ。七の里小吹の言う通りですね。反省は後にしましょう、瀬戸内知恵。今は朝倉美穂が優先です。そうね。今は落ち込んでいる場合じゃないわ。東北に向かいましょう。
バンつぐみですか？キトラです。朝倉美穂が受けた任務の荒玉の出現場所に到着しました。朝倉さんの姿は？ありません。戦闘の痕跡があるので任務を完了したという情報は本物でしょう。わかりました。その場所から北上派の都知が向かいそうな場所をリストアップします。少し待ってください。ヒットしました。近くに北上家の所有地がありますね。すぐに地図をお送りします。受け取りました。ありがとうございます。なるほど、ここから徒歩で移動できる範囲ですね。この場所に朝倉美穂がいる可能性は高そうです。まずはそこに向かってみてください。私はそこが外れだった場合に備え、他の場所のピックアップを進めます。お願いします。みほのちゃんの居場所が分かったんですね。さあお姫様を取り戻しに行きましょなんでお前が仕切ってんだよ。う。危ない実験をしてるかもしれない人たちのところになんてみほのちゃんを置いておけないじゃないですか。落ち着きなさい、山城結衣。まだ朝倉美穂が危険な目に遭っているとは限らないでしょ。それに最初からことを荒げてはダメです。相手に警戒されてしまっては目的を達成しづらくなってしまいます。結局お前も頭に血が上ってんじゃねえか。私は冷静ですよ。ただここはすでに敵地です。当然の備えをしているまでです。では行きましょう。止まれ。ここは日高見家の私有地。勝手に入ることは許されない。ああ、なんだお前ら。屋敷には何者も近づけるなと誠様に言われている。北上誠はここにいるのですね。通してください。ここにほのちゃんがいるのは分かってるんです。おとなしく帰れと言っている。私は誠の友人よ。瀬戸内千恵が来たと伝えて。不要。即刻立ち去れ。聞く耳なしって感じですね。どうします？めんどくせえ。こんなの無視しちまおうぜ。ダメよ小吹ちゃん。私有地に無断で立ち入ったのならば問答無用。おいおいマジかよ。当時とやる趣味はねえっての。油断するな篠里小吹。来るぞ。これで終わりだ。申し訳ございません誠様。しばらく寝ていてください。せめてこれだけでも。うるせえ。警報ですか？どうするんですか？ここにいたら人が集まってきますよね。どちらにしろもう後戻りはできません。覚悟はいいですか？覚悟。みほのちゃんを取り戻すために木佐や誠と戦う。もう二人ぶっ倒してんだから今更だっての。何人やろうが同じだ同じ。元凶が言う言葉ではありませんよ。先にお刀を抜いたのはあっちだぜ。瀬戸内千恵、この先にいるのは木佐でも過激派に所属する都知です。分かってはいるのよ。それに覚悟もしていたつもりなんだけどね。みほのちゃんを助けるためなら。千恵さん、無理しないでください。辛いなら戦わなくていいです。千恵さんのことは
私が守りますから。こういう時くらい頼ってください。清香ちゃん、私は本当にダメで、千恵さんに守ってもらってばかりです。荒玉が怖くて、同じ都知と戦うのが嫌で、そんな私の代わりにいっぱい戦ってくれたのは千恵さんです。侵入者を発見したぞ。だから千恵さんが戦えない時は私が戦います。それでみんなでほのちゃんと帰りましょう。清香ちゃん、いつの間にかこんなに強くなっていたのね。これじゃあ清香ちゃんの方がお姉さんみたいね。こっちだ、こっちにいるぞ。また千恵さんは下がってください。いいえ、その必要はないわ。はあ、清香ちゃんがこんなに頑張ってるのに私だけ休んでるわけにはいかないわ。みんなで美穂ちゃんを取り戻しましょう。はい。瀬戸内知恵の心配は必要なさそうですね。しかし想像以上に北上派の警戒が強い。確かにそうね。同じ都知に対する反応としては過剰だわ。こうするだけの価値がほのちゃんにあるってことですか？もしくは家州清光か。どちらにしろ北上誠はここで朝倉美穂を自分の陣営に引き込むつもりでしょう。グダグダ言ってても仕方ねえよ。つまり急げってことだろ。だったらこのまま行くしかねえな。次から次へと湧いてきますね。先頭は睦見清香と山城優衣、そのフォローに瀬戸内知恵が回っている。ならば七の里小吹、私とあなたで後方並びに側面の敵に対応する。まずは後方の敵を抑えろ。仕方ねえな。まったくめんどくせえ。というか見るや、こいつらにみほっちのこと聞かなくていいのか？誰が喋るか。お、こいつ何か知ってそうじゃん。不要です。仮に知っていたとしても聞き出すまでに労力がかかりすぎる上、真偽を確かめる方法もありません。ああ、それもそうだな。結局自力で探すのが一番ってわけか。めんどくせえ。そもそもなんで都知しかいねえんだよ。荒玉ちゃんを利用しようとしてるくらいならそっちを出してこいよ。七の里小吹、分かってるっての。なんで私の位置がお前からは見えなかったはず。ミルヤがそっちにいるって教えてくれたからな。そんな素振りなかった。分かっちまったもんは仕方ねえだろ。見事でした七の里小吹。見事でしたじゃねえよ。私だけにやらせるな。お前も戻ったら金出せよな。お金ですか？みほっちが戻ってきたら派手に騒ぐ予定だから、その資金をミルヤも出せよ。わかりました。悩みなんて荒玉ちゃんと遊ぶのが一番なんだよ。でもみほっちはみんなで騒ぐ方が好きだろ。そうですね。だからまあそういうことだよ。ならば瀬戸内知恵にも出資してもらいましょう。何せ彼女は調査隊のお姉さんですからね。そうするか。大学生の資金力なら普段買えない菓子も期待できそうだしな。
いたぞ。よくも仲間を許さない。また来やがった。どれだけいいんだよ。七の里小吹の言う通り数が多すぎる。どれだけの都市を待機させていた。私たちの来訪を予期したわけではないはず。だったらこの都市たちは誰を想定したものでしょう。今は考えても仕方ないですね。全て蹴散らす。ついてこい。はいはい、分かってるよ。なかなか屋敷に着かないね、清香ちゃん。ここどれくらい広いんだろう。これ以上先に行かせるわけにはいかない。また出た。任せて。はあ、一瞬で。清香ちゃんすごいね。言うほど楽じゃなかったよ。今の人強い。だんだん敵が強くなってきてるよね。それだけお屋敷が近いってことかな。この先にほのちゃんが。私ゆいちゃんや花さんと戦うの本当に辛かった。ほのちゃんがそうなったら絶対に嫌だよ。そうだね。私はほらずぶといけど、花さんは真面目だから、まだみんなにどんな顔して会ったらいいかわからないって言ってる。みほのちゃんもそうなったらきついよ。ゆいちゃん可愛い子には笑顔が似合う。その笑顔を曇らせるなら、その人は私にとって敵だよ。みほのちゃんが戻ってきたら3人で一緒にお風呂入って寝るまでたくさん話して3人一緒のベッドで寝ようね。そして朝まで乙女の香りに包まれて欲望が口から出てるよ。おっと失礼。けどみほのちゃんを取り戻すってのは清香ちゃんと一緒で本気。分かってるよ。ゆいちゃんって基本的にミリアさんの指示がなければ自分から戦闘で戦ったりしないけど、今日は違ってる。言われてみるとそうなのかな。私もそうだから分かるよ。お互い慣れないことをしてるね。けどたまにはこういうのもいいよね。待っててね、ほのちゃん。朝倉美穂はどこに行った。絶対に見つけろ。敷地内から逃がすな。お屋敷から脱出したのはいいけど、追ってくる都市の数が全然減らない。何人か一緒に来て襲撃だ。襲撃？もしかして調査隊のみんなが。ってそれはないか。チーネーにもミルヤさんにも言わずに来ちゃったもんね。みんな今頃何してるんだろう。朝倉美穂を見つけたぞ。なんとか勝てたけど、清光の力なしでこれ以上は厳しいかな。あ、清光の力じゃなくて金山姫か。なんでこうなっちゃったんだろう。勝手な行動ばかりでごめんちーね。
ミルヤさんもちゃんと忠告してくれてたのに。最近の私、迷惑かけてばかりだ。あの時から。あなたにそのつもりがなかったとしても、これはれっきとした命令違反です。調子に乗ってたのかな。金山姫の力で強くなって何か勘違いしちゃったのかな。荒玉？襲ってこない。あれ？これって。待って！ここどこだろう。もうどこから来たかもわからない。諦めるなんて私らしくない。なせばなる。いや、お前は私たちんとこに戻んだよ。一緒に来てください、美穂さん。結城たちにはあなたが必要です。アキラさん、勇気。おい。何？ああ。